心臓1拍分の動きが記録されている動く CT 画像で、おー、すげえなこれ。ちょっと待った。うおー、わあ、こんな映像初めて見たわ。従来はもう止まった状態でこの画像を見てですね、僕らが診断していたんですけども、はい、この動く状態を見ることによってここを直してあげないといけないということを正確に評価できるという。小児心臓っていうのはですね、正しく形を理解することが最後一番大事になって、その方の生命予後は2、30年よくなる。うわー、すごい命救ってるじゃないですか。ということで今日は本当にねスペシャルな、座組というかね、これ木戸教授なんかすごい、はい、もう瀬尾さんもう世界的に有名なんですけど、もともとコラボされてらっしゃる。いえ、私愛媛大学で放射線科医をやっておりますので、画像診断をメインにやっておりまして、でその画像をすごいインパクトのある画像で表示するシステムを開発されたということで、そうですよね、私たちやってるその放射線科の画像診断と新しいツールを紹介したいと思って今日は、天才の誉れ高い瀬尾さんですが、そんなことない。日本の医学科学を世界を変えようとしてるってことで、なんかこのシステムを使った論文もそろそろ出始めてるってことで。そうですね、はい、症例報告レベルではありますけども、はい、これを使ってなんかできないと思ってた手術ができたみたいなものは英語のものが出始めということで、木戸先生も注目されている瀬尾さんのちょっとシステム拝見してよろしいでしょうかね。はい、早速じゃあ、私が一人でちまちま作ってるソースなんですけども用意しなきゃいけないのは普通の CT 画像です。で特に、特殊なものは必要なくて、医学の現場でよく使われていますね、CT 画像でソフトウェアを立ち上げて、2画面の構成になっていて、こっちは立体式ディスプレイで、私のこっちの画面でいろんな操作をしてるんですけども、立体式ディスプレイなのね。そうなんです。で、どの CT 画像を開きますかって選択すると、どれにしますかってこう出てくるので、何か代表的なものを拝見してよろしいでしょうか。でいきなり一番すごいやつをお見せしようと思うんですけどもこれ4DCT っていうですね、何 4DCT、はい、心臓1拍分の動きが記録されている動く CT 画像で、こんなすげえなこれ。ちょっと待った。うおー、これはすごいですね。多分今立体で見えてると思うんですけれども、わあ、こんな映像初めて見たわ。市販の立体式ディスプレイでちゃんとこう中も、これ今インタラクティブになってるんですね。そうです。瀬尾さんがいろいろやってるって、すげえ。これ今心臓を見ていて、これはあれですか、1拍分ってことは、それを今ループしてる。そういうことです。はい。1心拍を20分割しています。すごいね。これ木戸先生、これ、医学の世界で木戸先生放射線医学がご専門ってことで、ビジュアライゼーションってのはずっとされてきてると思うんですけど、どうですかこの瀬尾さんの。そうですね、従来はもう止まった状態でこの画像を見てですね、僕らが診断していたんですけども、この動く状態を見ることによって心臓の中の筋肉だったりとか、あと弁っていうその蓋をですね、そういったものの動きを見ることができますので、どこがこの患者さんの状態が悪いのかっていうのを、動いてる画像の中で判断して、ここを直してあげないといけないということを正確に評価できるという。これはすごいですね。これ瀬尾さん、これカラーコーディングはどうやってらっしゃるんですか。カラーコーディングはですね、ものすごく単純で、CT ってただのこの白黒の画像でしかないんですけども、ものすごく白いところは白とか、ちょっと白いところは赤とかでやってるだけです。なのでカラーパレット1個置いてるだけなので、どこが骨だよとかどこが心臓だよとか、そういう最近流行りの画像認識が何もしていなくて。なるほど。でもちゃんと綺麗な CT 画像が撮れていれば、万能ではないですけども、心臓とかだったら全然いけちゃうんですよ。いけちゃうんですね。ちなみに僕今この立体画面で右の方に血管のようなものが見えてるんですが、これは血管なんですか。ですね。これ冠動脈ですね。冠動脈。冠動脈が見えてますね。で
ちなみにこれが外科医が一番喜ぶ画像で、これしかも立体視なので、ちょっとこう顔を動かして右から見たり左から見たりこう勝手に動いてくれるんですよ、視線追跡をして。これこのディスプレイの俺仕様わかんないんですけど、距離とかなんかレンジはあるんですか？どれぐらいから？一応あります。まあ今くらいのレンジで。でも全然ついてるやつね。カメラが見える範囲で動くので、そうです。なのでこいつ俺の顔の位置を認識してるんです。認識してるんですか？なので私が何もしてなくても勝手に動いてます。これあれですか、もちろん診断にも使うと思うんですけど、手術中なんかには使える可能性ってあるんですか？手術中でも使えると思います。これ映像の入力としてはサイドバイサイドの右左の画像が入ってるだけなので、手術も最近ロボット手術だと二眼のカメラで右目を左目を撮ってで立体視で見たりしているので、それを信号をここに入れればそのまま立体視で。この心臓は健康な患者さんの？この心臓はちなみに健康ではないです。健康ではないんですか？ちょうどここに病変のところが今映ってるんですけど。これは僧帽弁っていう左心房と左心室の間にある弁なんですけど、それがこう弁が閉じた時に、こう逸脱っていって、ちょっとこう上の方に上がっちゃってるんですよ。だからここが閉じてないというか締まりきらない。この今モコっとしてこれが僧帽弁。僧帽弁って意外とでかいね、こうやって見ると。僧帽弁のここが前線っていうところで、ここが後線っていうところがあって。で僧帽弁っていうのは左心室の方を見ると乳頭筋っていうのがあって、で腱索っていう細い糸みたいなのが僧帽弁を引っ張ってるんですけども、いやーすごいな。でそこが切れちゃってるんです。切れてるので多分ここが切れてるとこなんですけども、切れてるので本当だったらこんなに上の方にバカっていかないんですけど、これ確かだから僧帽弁っていう名前もお坊さんの要するにかぶってる帽子、あれお坂あれですよね。僧帽だから多分それですよね。確かにそう見えますねこれね。へえ。あと僕これ瀬尾さんのシステムこうやって間近に拝見するのは初めてなんですけど、いわゆるこれコンピューターグラフィックスと違って例えばこういうところにほらなんかなんか残ってるじゃないですか、その点が。これが実データ使ってるってのを逆に分からせますね。でこの速度で変えられるソフト多分世の中ないはずなんですよ。これだからほらちゃんとこういうノイズというかその敷地のそうですなんか近傍も見えてるじゃないですか。そうです。だから実データだねこれね本当。そうですよ。これ患者さんの実データなので、今おっしゃったことがとても大事で、これがノイズなのかノイズじゃないのかっていうのは、素人が見れば全部ノイズに見えるし、でもプロが見れば例えばこれ冠動脈一部あるなっていうのは分かるわけですよ。で敷地下げていくとやっぱりほらこれ血管だったみたいな分かるわけですね。いや僕ね瀬尾さん今までのテレビ番組とかでのコンピューターグラフィックスがいまいち面白くないなと思ってた理由が今分かりました。要するにだってあれ作ったもんだからリアルじゃないじゃないですか。そうなんです。これリアルだもんな。これは面白い。なんかよく心臓がこう動きますとか言って、いやこれ絶対心臓じゃねえとか思ってありますよ。このノイズにリアルの証があるね。そうです。ノイズも含めてです。で AI とかはノイズを消しちゃうんですよね、意図的に。で一番綺麗なものを出してはくれるんですけど、大体の場合はそれでいいかもしれないけど、いや今俺はここが見たいんだとかって思ったらこう消えてほしくないところが見えるように自分でやっぱり手動で調整するっていうのがすごい大事。飽きないね。お二人はほら医学の専門家だからあれですけど、例えば俺そうかこれ大動脈っていうか大静脈わかんない。これは大動脈。こんなに太いんだと思ってね。そう太いんですよ大動脈って。大変だねこれは。太いんです。ちなみにこのディスプレイだとこれで原寸大です。その後ろに見えてるのはこれはどれですか？なんか骨もこれですか？その後ろにこれは脊椎が見えている。脊椎が見えて、おおちゃんとなんか中も入ってるじゃん。これは肺動脈と肺静脈が見えてますね。おおこれは面白いですね。
木戸先生どうですか、木戸教授、これ、こういうのがあると本当に手術をする前に従来であれば患者さんの体をガバッと開けて初めて見える景色がもうシミュレーションで見えますので、より安全に手術もできますし、そういった意味でオペレーターの先生方が事前にしっかり計画を立てて治療ができるので、治療法もより精度が高い正確な治療ができるということですごい期待が。これあれですよ、ですからその患者さんの CT で、要するにだからこれから手術する患者さんについてこのビジュアライゼーションができるってことですもんね。CG ではできないことなので、やはりこれがリアルデータでやってるというのはすごく意味があります。瀬尾さんだからほら世間ではね、瀬尾さんがこれ後に単独インタビューでいろいろお伺いしたいんですが、東大医学部とデジハリのダブルスクーリングやってたっていうんで、どうも世間での瀬尾さんの伝えられ方ってコンピューターグラフィックスもやってる人っていうふうに伝えられるんですけど、これいわゆるコンピューターグラフィックスとはちょっと違いますね。技術的にはバリバリコンピューターグラフィックスど真ん中ではあるんですけども、一応私も医師免許は持っているので、医療でより効果的に CG 使うにはどうしたらいいかなってことを常に考えながらやっています。これもう一つなんか事例ございますか、せっかくなので何がいいですか？ユーザーの方にこれぜひ。これ私。ちょっとこれちょっといいですか。これ私。これ瀬尾さん？これ私なんで、これちょっと私がんないですけど、これは私なんでもうこれはちょっと待ってください。ご自由に使ってください。いわゆる肋骨というか骨格だけビジュアライズしてる。はい。骨がこうやって私解剖したらこうなってます。これはどうですか、ご本人見てこの骨格はなかなかいい骨格ですか？普通だと思いますけどね。ごく普通、ちょっと曲がってるかなここら辺みたいなちょっとあるけど。普通じゃないですかね。でこれ造影してないのであれですけど、こうやると体表とか出てきちゃうんで、ほらもうこれ私の裸がそのまま見えてる。こうすれば肺とか聞くんですよね。ちょっと待ってください、今条件変えたんですか？さっき骨だけだったんですよ。そうですそうです。どうしたんですかこれ、今何が起こったんで？こういう CG を敷地バーって下げていくとこうなるんで、なのでこの CG を残してもう一個 CG を作ったんです。2つの条件重ねましたんですね。この肺はどうですか？この肺は多分普通一箇所ちょっとした肺炎があったはずなんですよ。肺炎の後、これよくね、精密人間ドックとか行くとなんかよく言われますよね。ちょっとした肺炎がここにある、ほら。どこですか？あるんですよ。俺大阪で今見てる画像が違う。いや大丈夫です。今そこにナビゲートします。めっちゃ面白いですねこれね。ここか。はい。ここだ。これ。ちょっと待ってください。木戸先生ご専門だと思うんですけど、これが肺炎ってわかるんですか？そうですね。この画像だけだと立体画像なんで、がんも同じように見えてしまうんですけど、この元画像の 2D 画像とこの 3D の画像を組み合わせて見ることによって、これは炎症性変化だなとか、これはがんだ怪しいなという判断ができるというふうに。今になるとちょっとあれですね。これが炎症性の変化なんですか？そうですね。古い。ここです。その後ってことですよね。いやこれなんかよく人間ドックとかで言われてますよね。はい、よくあります。これなんか跡がありますとか言って。これはこういう肺のこういうなんか炎症性の変化の痕跡っていうのは具体的に言うとこれひどい風邪ひいた後ってこと、そういうことですか？どういう時にこれ？ひどい風邪のこともありますし、血液の流れがすごく悪くなったりとか、あとはマクロファージいっぱい集まってきてそこに石灰化ができてしまったりとかですね、いろんな基準でこの影が残ることがあります。だから、ああいう意味で肺にその履歴が残ってるってことですよね。そうですね。肺は基本空気が入ってるんですけど、炎症を起こすとその空気が入ってる場所が潰れてしまうんですよね。でくしゃっと潰れたところがこのように白く映ってきて、でまた空気が戻ってくればこれがまた元の肺と同じように見えなくなることもあるんですけど、その潰れた状態が残ってるとこういった形でちっちゃな影が残ることはあります。これ僕ねMD の方とお医者さんと喋ってると意外とあるのが、ご自身をあんまり検査しないっていう人多いじゃないですか。なんか嫌だからとか怖いからとか、お二人は、こういう研究されてらっしゃるんでやってらっしゃいますか？昔から医者の不養生よく言われますけども、実際に医者やってると、自分は大丈夫だろうと思ってしまう傾向はあってですね、僕もちょっと3年ほどドックを受けるのをちょっとサボってしまっていたりとかですね、検診は受けてるんですけども、これどうなんですか？これこの素晴らしいね瀬尾さんの技術というのは、これ今あれですかそういうどれぐらい現場には浸透してるんでしょうか？日本の病院は50施設ぐらい入って、50施設これが入ってる。はい。でもほとんどが小児心臓をやってるし、それはなんで小児心臓から？小児心臓っていうのはですね、
正しく形を理解することが最後一番大事になって、で正しく形を理解すると、術式がそれで変わるんですよ。ガラッと変わるんです。で心臓って左心房左心室右心房右心室、二心房二心室じゃないですか。で病気によっては、心室を1個にしなきゃいけない場合っていうのがあるんです。右心房左心房と単心室っていう修復、単心修復っていうのがあるんですけど、まあでもどう考えたって二心修復した方が良さそうじゃないですか。そうですよね。なんだけどもこれはちょっと解剖的に単心修復じゃないと無理そうだなって思われてた症例が、私のこれで立体で見たことでやっぱり二心室いけるねってなって二心修復に変わったっていう症例報告が出てるんです。それはでもそのお子さんの人生に関わりますね。一般的に完璧に二心修復ができると単心修復よりもその方の生命予後は2、30年良くなる。うわすごい命救ってるじゃないですか。たかが CG1 個ですけど、それをちゃんと見ることで、しかも大事なのはもともと CG を作るために撮られた CT 画像じゃないわけですよ。普通に診療で使われている CT 画像を適切にちゃんと可視化してあげることで、それだけで2、30年くらい予後が変わる可能性があるっていうのは小児心臓ぐらいしか逆に言えばないんですけど。なるほどな。これどうですか木戸先生、もちもち放射線科って放射線医学ってのはそういうねビジュアル視覚化を通していろんな医療の現場手助けするお役目だと思うんですけど、どうですかそういう。さっき瀬尾さん言われたみたいに、小児心臓っていうのが今までやりたかったけども技術がなくてできなかった領域だったんですよね。そこにこの瀬尾さんの技術が出てきたことによって、それができるようになったという意味において、今すごい勢いでこの小児心臓の世界でこれ使われています。で小児心臓でこれを使う中でこういった技術があるんだということを見たことによって、今まで医療としてはできていたんだけども、これを使えばもっといいことができるんじゃないかっていう気づきがどんどん生まれてきていて、例えば形成外科の先生だったりとか耳鼻科の先生だったりとか、そういった先生方もこれを使えば今まで気づいてなかったけどもこんなことが分かればもっと新しいことできるよねっていうステージに今進もうとしていて、それがどんどん進んでいくとこういった技術が臨床の場にどんどん普及すれば、もっといい医療が今まで僕らが想像してなかったいい医療ができるようになるんじゃないかっていう期待感はすごくあります。なるほどな。でも本当こうやって見てると体ってよくできてますね。できてると思いますね。いやでもありがとうございます。なんか非常になんていうか瀬尾さんはこうやって自分の内部状態見てってどんなことを考えるんですか。でも思うのはやっぱり、CT とか MRI 画像っていうのはもともとボリュームデータですね。3次元のデータなのにそれを2次元の世界で見ているっていうことが本質的に間違ってると思っていて、なるほど。やっぱりもともと立体のデータを立体で見ないっていうのは、何をやってるんだっていうというご不満があったわけですね。でやっぱり平面で見るともちろん画像診断には平面で見ることがすごい大事なことの方が多いですけれども、全体を見ることによってさっきあったようにこれはノイズじゃなくて本当は血管でつながっているんだろうなとか、これとこれどっちが前後関係がどうなのかなとか、手術の場合にはこっから見たら見たいとこ見えそうだなとかって 3D にしない限り見えないはずなんで、当たり前にできるべきことをただただやっただけっていう、それだけです。これどうですか木戸先生、このなんか素晴らしいですねこれなんかね。そうですね、本当に新しい医療の世界を切り開く技術なので、こういったものを活用して医療がさらに発展することを期待しているところです。これもうすでになんか素晴らしい技術、これからの研究開発とはどういうところが。本当の一番コアな技術的なところはできたと思っているので、あとはもうそれぞれの診療科の先生と話をしながら例えば曲線測りたいとか距離計測したいとか体積測りたいとか、あと今これちょっとちらっとお見せしたんですけど、MRI を例えば2種類重ね合わせて同時に表示したりとか、これ今実験的にそういうのができるようにしたんですけども、さっきの脳の神経見るのと血管見る画像と今重ね合わせて2つ表示してるんですけど、医療現場だとこういうソフトよくあるんですよ。でもこのソフトだとまだめちゃめちゃ早く CG 作るっていうところしか今まだ達成できてないので、もうちょっと現場にもうちょっと寄り添った使えるものを作っていきたいなというふうに思っています。これすごく大事な大前提だと思うんですけど、やっぱり医療の現場で診断とかあと治療方針を決めるとか、やっぱり最後は人間が判断する、AI 任せじゃなくて人間ってやっぱりあれですよね、こういう視覚化すると非常に判断が
より的確になるし理解も深くなるし、そこら辺もすごく大きいんじゃない。もうそれが本質だと思ってますね。はい、だと思ってます。でただ一方であまりにもリアルにしすぎると、それが本当の正解だと思い込んじゃうのも良くない。なるほど、深いですねそれは。絶対そうなんですよ。なるほど。画像上ではこう映ってるけれども、それが本当かどうかはわからない、ものすごい細い血管は映ってないだろうし、CT でいくら頑張って撮っても、通常は神経とか見えなかったりしますし、で造影剤のタイミングで動脈は映ってるけど静脈全然見えませんみたいなこともあるので、なので、あくまでもこれは画像を忠実に再現したものであるよっていうくらいのクオリティの CG にしないといけないというのが。なるほど、素晴らしいですね。こうやっぱり視覚化することで逆にそれを信じすぎちゃってもよくないっていう。ただ今までこれは使えなかった画像なんですけど、例えばロボット手術をする人とかにこういった人間の立体構造をモニターで見ながら僕ら手術をすることがあるんですけど、そういった時にこういった画像が事前に分かっていると手術もすごく円滑に進むという安全性にもなります。それから今後は教育ですよね。やっぱり学生さんとかこういった医療に対してまだ未熟な方たちがこういった実際にリアルな 3D 画像を見ることによってより速いスピードで医療を習得できるという意味においても教育にもすごく役に立つものだと思います。最後は患者さん自身も自分の体を納得して見てもらうためにその患者説明の時ですね、患者さんに説明する時にこういった画像があればなんたら血管に病気があってねって言われるよりもここに病気があってねっていうふうに言ってもらった方が患者さんも納得して医療を受けることができるようになりますので、あらゆる面においてこの医療を大きく前進させる技術じゃないかなというふうに期待してます。いやこれは本当でもね、ある意味ではもう瀬山さんという類までの頭脳が生み出した医療界の革新ってことでね、もう素晴らしいものを見せていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。